はい、今日はですねリゾット作っていこうと思います。でリゾットに付け合わせのカブのピクルス、即席漬け、即席ピクルスと残ったカブの葉っぱを使ったトマトスープ3品作っていきますね。でまずカブのピクルスつけていきます。カブはもう葉を切り落として、この葉っぱはね後でスープに使います。私はカブ先に切ってから皮むいた方が剥きやすいので先に切っていきます。今日はね6等分にします。ピクルスと甘酢漬けって何が違うのかと思わない？ピクルスは長期保存を目的にしたものなんだけど、一番の違いはあれだよね。スパイスとかハーブ入れるとピクルスって感じになるよね。あと甘酢漬けの方が砂糖の量が多くてちょっと甘いけども、今日作るのは本当に即席、30分、1時間ぐらいで食べれるものなんだけど、ピクルスにしたらちょっと甘めのピクルスと甘酢漬けの中間ぐらいのところを狙っていきます。今日はねなんとなくクリスマスを意識してるんですよ。でチキンとケーキは持って買って帰るっていう前提で、今日のさこのピクルスとかスープとかリゾット作ったらいいんじゃないかな。クリスマスなんか色合いも若干クリスマスを意識してますこのピクルスに赤いパプリカ入れるのもなんとなくクリスマスっぽい感じでね。今日はねピクルス液も加熱しないんですよ。調味料も極限まで少ない量でつけられるようにこのポリ袋を使っていきます。じゃあここに塩を小さじ1入れて、砂糖を大さじ2、でこの段階でもう揉み込んでいくんですよ。そうするとカブから程よく水分が出るし、砂糖もよく溶けるんでね。お酢大さじ3ね。そして今日はちょこっとだけローリーと黒粒胡椒を入れようと思います。でローリエはね漬け込む時間が短いので、早めに香りを出すために指でちょっとこうやって、3、4箇所切れ目を入れていきます。このローリエがねあると盛り付けた時にもなんかクリスマスっぽい感じになるんですよ。ちょっと指でこうやってこの真ん中切り取るとさ2つに折れちゃうんで、このギリギリのところぐらいまで切れ目を入れて、入れたらこの黒胡椒なんだけど、これもこのままだと香りが出てこないので少し粗く潰してあげたいんですよ。この後強く揉むとローリエがバラバラになってしまうので、元気ですか。なので空気を全部抜いて、そしてこうやって下をくるくるっとねじねじっとした後にまんまと忘れてたねクリスマスとか言いながらさ、本当にこれはお好きな量でいいんだけど、
今日大きいパプリカなんで4分の1ぐらい。こう切りたいけどこのままだとかなり長くなる。程よいところで斜めにこうやって切っていくんですよ。そうすると食べやすいしちょうどいい。全然つかなかったね。置いておきましょう。ピクルスで残ったカブの葉を使ってスープを作るんだけど、まず一番最初にトマト缶を火にかけていきます。これなんで一番最初にするかっていうと、トマト缶ってやっぱりある程度加熱した方が美味しくなるんですよ。酸味も飛んで。なので一番最初にこれを火にかけていきます。今日は4人分でしょ。1缶全部使うとやっぱり多いんですよ。だいたい半分ぐらいでいいと思います。もう残すのが嫌って方はね、もう全部入れちゃって、その分水とか調味料も少し増やして多めに作ってしまうっていうのも手だと思いますけど、そこに水を 600cc 火にかけていきます。でね、沸騰するまでは強火でいいですよ。そこに、鶏肉を入れるんで鶏からも出汁が出るんだけど、やっぱり物足りないので顆粒の鶏ガラスープね、これをね大さじ1だとちょっと物足りないかな。1と2分の1ぐらい、ここはお好みで。甘みがあった方がトマトって美味しいんですよ。で、甘みをみりんと砂糖と2つ使って甘み出していきます。みりんはね、大さじ2ほど入れます。砂糖大さじ2ぐらいね。こうやって甘みを入れると酸味が角が取れてね、で味にも奥行きが出て美味しくなると思います。で、このまま沸騰するまで強火、沸騰したら弱めの中火ぐらいにしてふつふつ沸くぐらいで置いておいてください。で、この間にカブの葉を使った団子をね作っていきます。カブの葉をひき肉をつなぎにして団子にするっていう、ほぼカブの葉の団子、シャッキシャキのやつで、まずはねこれを5ミリぐらいにザクザクと切っていきます。カブの葉ってちゃんと捨てずに食べてる、油炒めしてご飯にのっけて食べても美味しいしね。で、5ミリぐらいに切ったら塩もみするんだけど、葉っぱの部分はねちょっと最後トッピングで使いたいんですよ。なんで少しこうね取り分けてください。塩を小さじ2分の1入れて、でね、ちょっと揉んでいきます。ここで水分はしっかり出してしまいたいんですよ。十分塩がまんべんなく行き渡ってきたら、このまましばし放置ですね。みじん切りね、少し気持ち小さめのみじん切りの方が団子にしやすくてまとまりやすくていいと思います。そしたらさっき塩をまぶしたかぶをちょっとギューッと絞って水気を出してしまいます。ある程度絞ったらこの水をさっき刻んだみじん切りの玉ねぎと鶏ももひき肉 200g ね、そして
大さじ1。そしたら手を汚したくないので必殺泡立て器。泡立て器を開いてさ、中のポンポンと出して、あっという間に粘りも出て完成です。そしたらこれをスプーンを使ってさっきのスープの中にポトンポトンと落としていきます。で入れてここでスプーンをこうやって濡らして次やるとくっつかなくてやりやすいと思います。最後の1個入れて、これでちょっとまた火を少し弱めて中火ぐらいにして、5、6分もあれば火が通ると思うので煮ていきます。ちょっとだいぶ水分が減ってきたので少し足します。この辺はね、鍋の口径とか火加減によっても違うので味見しながらちょうどいい具合に調整してください。でちょっと味見をしてちょうどいいと思います。完成。はい、じゃあリゾットね。そもそもリゾットの正解ってどんなんだろうと思わない？お米はアルデンテ、芯を残してなるべくでんぷん質を溶け出さずにさらっと仕上げるっていうのが本式のリゾットらしいんだけどね。そのための作り方があるんだけど、今日はもうね、簡単に手抜きのリゾットです。で、乳製品使いません。本当はバターとかチーズとか入れた方がコクが出て美味しいんだけど、今日はクリスマス意識してるじゃない、はい、この後にケーキを食べるってことを考えると、ないよ、ケーキ今日は用意してないけどクリスマスの日にリゾットを食べてケーキってなると、ここでは乳製品取りたくないじゃないですか。ただやっぱりでも多少のコクは欲しいので、豆乳とアボカドでクリーミーさを出していきます。でまずはこの玉ねぎを炒めていきます。はい、そしたら深めの鍋、フライパン、これは深型フライパンかな。これどこのって何人かの人に聞かれたんだけど、ニトリです。すごい使いやすいと思います。さすがお値段以上だ。安いしね。オリーブオイル大さじ2ほど温めて、そしたら玉ねぎを炒めていって、今日はねタコとかマッシュルームも入るんですけど、もう火にかけたまま横で切りながら入れていくっていう形にします。本式のリゾットはね、横に熱々のブイヨンを用意しておいて、それを少しずつ入れて、煮ていくんだけど、今日はもうね手抜きです。材料もそれぞれ切りながらどんどん順次加えていきます。はい、玉ねぎが半透明になったところで米を入れていきます。リゾットってさ、1人分の分量もどのぐらいが正解か分かんなくない？でもそんなにたくさん食べない方が美味しい気がするんだよね、リゾットってね。今日は4人分で 1.5 合にしました。そして、ね、米にこう油を吸わせていく感じ。こうすることで後で水を入れて煮ていく時にもでんぷんが溶け出しにくいと言われてます。ここはもう先人の知恵に倣ってね、米が油を十分吸ったところで、本当はねここ熱々を入れるんだけど、もうめんどくさいので常温の水入れていきます。一旦火を強火にしてジャーッと鶏ガラスープを小さじ2
タコとマッシュルームからも出汁は出るんで、やっぱりちょっと物足りないので少し大きいなってあげます。でこうしてる間にタコを切っていきましょうか。タコは2ミリぐらいの厚さに切っていきます。ある程度ね大きさがあった方が見た目にも美味しそうなので、こうやって沸いてきたので火を少し弱めます。弱めの中火ぐらい。ただまあふつふつと沸いてる状態にしてください。でね、ここで一応タイマーを15分かけます。目安として全体で17、8分火を入れていきたいんだけど、まず15分でタイマーになるようにセットしました。でタコの続きを切っていこうか。じゃあタコをざーっと入れていきます。これは洗い物がないんだね。3ミリぐらいかな。あんまり薄いとね存在感もなくなるんで。はい、これも鍋に入れていきます。材料を入れるたんびにちょっと一旦火強くしてもいいかもしれませんね。温度が下がらないように。まあ面倒くさかったらそのままでもいいけど、まあ、リゾットってなるべく途中で温度下げない方がいいんですよ。お米がでんぷん質が溶け出さないので。でもう一回沸いてきたら火を少し弱めて、ふつふつと沸いてる状態で、途中で様子見て水があまりにも少なくなってきてくっつきそうになったら少しずつ水足してください。今ね3分、残り3分ちょっとなんだけど、ちょっと水分がなくなって焦げ付きそうになってきて、少し水足します。なるべくかき回さない方がいいんですよ。かき回すと米の表面が溶けてドロッとなってしまうので、ただまあ時々ねちょっとこう上下繰り返すような感じで。はい、15分経ちました。で今途中で水少しね足したけど、15分でこのぐらい水気がなくなっているのが理想です。でここに火を一旦強くして豆乳を200、もう一度ふつふつとしてきたらやっぱり火をね弱めの中火ぐらいに落として、アボカドはねもうスプーンでくり抜いていきます。こうやって押すとポロって落ちるんですよ。もうあとはねスプーンで一口大に。今日のアボカドちょっと硬かったね。硬いけど火を通せばむしろちょうどいいぐらいかもしれません。子供ね大きいの小さいのいろいろあった方が美味しいと思います。そしたらねこうぐっと混ぜます。少し芯が残るぐらいで仕上げるといいと思います。あとは好みの硬さになるまで味見をして、アルデンテでちょうどいいと思います。ただちょっと味が薄かったので塩を少しだけ入れます。はい、これで完成。
クリスマスっぽいね。すごいサクサクで、シャキシャキだよね。それが美味しいですね。美味しい。クリスマスにいかがでしょう。よくね。浅漬けのピクルスだよね。言わないで。全部作ります。全部？でもこれだったら作れそうですよね。ぜひぜひ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この栗干しを食べたら、よそのちょっと食べれなくなるぐらい美味しいんですよ。美味しいよね。栗の量がまず違うよね。自分のものとかじゃなくて、植物が乾燥したらかわいそうだなと思って買ったんだけど、私がいない時につけてるんです。さあ、庭のあると